皆さんこんにちは、くーたんです。エクササイズがてらに今私の後ろに見えるの湖なんですけれども、家から歩いてだいたい20分ぐらいの距離の場所に、今日も来て、でなまった体をね、特に下半身が最近なまってるなって本当に思います。太もものあたりの筋肉が落ちてきてるなって。だからもっと歩いたりしないといけないんですけれども、仕事がね、今自粛生活っていうのがまだ続いてるので、週に2日は最低でも働くんですけれども、それでも勤務時間が短かったりとか、そういった理由もあったりして、運動する時間が減ってるなって感じるんですね。特に空港で働いてたら、空港にいる間ずっといろんなところ行ったり来たりするから、結構体使って働く仕事なんだなって改めて思ったりするんですけれども、家にいる間はこうやってね、特に今はまだ季節がいいのであるだけ歩くようにしています。こんな感じです。でですね、私がね、前回のビデオで皆さんにお送りした肌断食の話、私が自粛生活が始まってこの数ヶ月間、3ヶ月4ヶ月かな、結構前よりもかなりもうシンプルなスキンケアにはもうこの 1,2 年続けてるんだけど、思い切って、結構もう肌断食って言えるくらいの、引き算のスキンケアっていうのをして、肌の調子がとっても良くなってるっていう話を皆さんにお伝えして、でそのことに関してもうちょっと深掘りした話を、今日したいです。で前回のビデオあれだけじゃね、全然ね、もう皆さんにもっともっと本当は伝えたいことがあるんです。ちょっと坂道なんでねまず先にね、今日のビデオで急遽皆さんにまずお伝えしたいのは、例えば私のビデオをね見てくださってる視聴者の方の中で若い人、10代の後半とか20代の方、その人たちに本当に言いたい。でその人たちの中で私みたいに意味不明の赤ら顔がずっと子供の頃からそういう赤ら顔が出てるとか、なんだかすぐに赤面症、ちょっと緊張したらすぐに顔がパッて赤くなっちゃう、ちょっと血流の流れが良くないのかな、それも私のね、この肌の赤み関係してると思うんですけれども、とにかく私みたいな感じで主査とはまだ言えないけど、主査みたいな感じ、そういう症状を持ってる人たちに向けて言いたくって今日ビデオを撮ってるんですね。まず、私の過去にちょっと振り返るんですけれども、私アメリカに来たのが5年前で、アメリカに来てからこの主査の肌荒れが急にバッて爆発したんです。でそれは環境が変わったからとか水が変わったからとかいろいろあると思います。何かがきっかけになって出たけど、もともと持ってたと思うんですよ、この主査になる要因みたいなものを。この肌がおそらく DNA かもしれないし、それはもひょっとしたら後天的なものなのか原因はわからないですけれども、もともと私自身が10代の頃からずっと人より、周りの子たちより肌のキメが荒かったり、顔は確実に顔が赤かった。周りの子供たちより私の顔って。で学校の先生からはリンゴ病とかって言われたりとか、ひどい時はすごいひどいし、ひどくない時は別にそんなに気にならないしみたいな。で結構ね、そのかゆみっていうのがところどころにあって、いつもでアトピーみたいに常にこうガリガリかいてしまうじゃないんだけど、どこかがなんとなくかゆくて、こめかみとか眉間とかちょっと指でこうやってチュンチュンチュンって触ってしまう、つい指がいってしまうみたいな、そういうのがずっとあったんです。それがアメリカに来て主査なんじゃないかって意識する前の私の、アメリカに来て肌が急激に悪くなる前の私の肌がそうだったんですね。で
ファウンデーションが若い頃、自分が10代後半とか20歳ぐらいになってくるときに、どうもファウンデーションが乗らない、自分の顔に。ファウンデーションを塗ってもそれがすぐによれてしまったり、他の子と同じ商品を使っても、他の子だったらそのファンデーションが均等に肌に乗るのに、私には乗らない、なんかよれて見えるとか、そういう悩みがあったりしました。キメがね、肌のキメが悪かったんだと思うんですね。肌のキメを一度美容部員の方に見てもらったことがありましたけど、その時も結果的にそのキメがすごく浅くて、でちゃんとそのベースメイクをガシッとそのキメが、受け取らない、そこに入らないからファウンデーションが乗りにくい肌だみたいな感じの診断結果をもらったことがあったような、20年以上前のことなのであれなんですけれども、そんな感じでね、もともと私の肌ってそういう健康なタイプじゃなかったんですね。主査って主査の、主査を意識する以前から、アメリカに来る前からでですね、私結構本当にお金使いました。10代の頃から16歳ぐらいから基礎化粧品っていうのを自分のお金で買い出して、で20代ぐらいまでかな、もういろんなね、もうその時旬だって言われる新しい商品が出たら、百貨店のブランドとかからもう全ていろんな、オーガニック系のものまでいろんなスキンケアを試す、もうスキンケアのジプシーみたいな、そういう感じの人でした。その一つの商品をずっと使うっていうことができない人でした。なぜかっていうと、全然その化粧品が合ってるっていう風に感じれないからなんですよね。全然その私が持ってる悩み、その赤みだとかキメが粗いとか、全然完全につながらなかったから。でもめちゃくちゃひどいわけじゃないんですよ。そのアトピーみたいにすごく苦しいとか、かゆみが止まらないとか、そうじゃないから、主査は。その時の私は主査っていうほどひどい状態ではなかったんですけどね。ただ、私の肌っていつも赤いなとか、ファンデーションが全然、お化粧が全然決まらないなとか、なんならいつももうその10代の頃から、ファンデーション自体ほとんど塗ってなかったような気がします。ファンデを塗ると余計に汚く見えてしまう、そういう肌だったんですよね。なのでお粉だけをしていたりとか、そんな感じだったんですけれども、そんな感じで百貨店の美容部員さんとかにいつも自分にはどんな商品が合ってるんでしょうって聞いて、大体いつも乾燥肌ですね、敏感肌ですね、その症状はなんていう風に、美容部員の方は私に、じゃあこういった商品を、クレンジングはこれで、洗顔はこれで、保湿剤はこれとこれとこれをっていう風な、そういう感じで勧められて、お金があったらそれを購入して、お金がなかったらサンプルをいただいて帰ってみたいな感じで、いろんなお化粧品をね使って、結構お金は、お化粧品に消費していたって思います。自分でもうぬぼれ感が結構ありました。私はいろんなお化粧品を使っているから、いろんな化粧品を知ってるんだみたいなね、そういうのがありましたね。ただ私のね、もしもその時私の周りに私と同じ今の私のように、そういう肌荒れを経験して、で山をちょっと自分の中で越えたかなみたいな風に感じてる人が、もしその当時の私、20歳ぐらいの当時の私のそばにいたら、でもしその子にちょっと自分のスキンケア見直してみて、その化粧品やめてみたら、それ買うのやめてみたら、一度洗顔するのをストップしてみたらっていう風に言ってくれる人がもしその時いたら、説得力持って私に言ってくれる人がいたら、私すごくラッキーだったんだろうなっていう風に感じるわけなんです。おそらく実行はしていたと思います。それくらい私に説得力持って言ってくれる人がいたら実行していたと思います。ただ私はその時、ただその固定概念で、肌には乾燥が天敵、保湿は絶対に欠かせない、どんなタイプの肌の人も絶対に保湿はしなきゃいけないっていう風に思い込んでたの。刷り込みです。それが正しいんだっていう刷り込みがずっとあって、
この保湿剤が合わないからどの保湿剤を選べばいいのかなっていうふうに保湿剤を点々と探し求めていた。でお化粧は絶対に落とさないといけないから、クレンジングはこういったクレンジングで、クレンジングの中でも肌に優しいタイプのクレンジングって言ったらクリームタイプ、オイルじゃダメでクリームタイプか、もしくは乳液ミルクタイプのクレンジングが肌にいいんだって思って、それを使ってめちゃめちゃ悪化してました。いつもそれでも信じてたんです。ミルククレンジングが肌によくって、ミルククレンジングの中でも違うブランドを使えばきっと私の肌に合うミルククレンジングに出会えるって思ってたんだけど、ミルククレンジングで肌に合ったものに出会った試し一度もなかったです。で時々ね、外泊するとき、20歳も過ぎて外泊とかするように、なった頃に旅行先とかで1日2日はスキンケア手を抜いてもいいかなみたいな感じで、ちょっと罪の意識を感じながら使ってたウォータークレンジング、実はあれが私の肌のコンディション、その時実際私感じてました。なんかウォータークレンジングだけで済ますと、で簡単な保湿で、その時化粧水だけだったら化粧水だけみたいな感じで済ますと、かえってそっちの方が肌のコンディション良かったなってその時感じてたけど、それはダメなんだって固定概念で思ってて、ずっと保湿剤を、自分に合う保湿剤、しっとりしたお化粧落としとか、しっとりした洗顔とか、しっとりした保湿を自分に合うものを探さなきゃいけないんだっていう風にずっと思って、いろんな商品買って使い切ったことがなかったです。特に乳液とか、乳液なんかは一番ダメなんです。私の肌にクリームはまだものによっては使えるの。今実際私が保湿で夜に使ってるのはクリームですし、一応ね、セラビのクリーム、すごく使用感さっぱりするんですけどね、乳液だけは本当に乳液でバッと顔が赤くなって炎症を起こすっていうことを何回も繰り返しましたね。そんな感じでね、なので何が言いたいのかっていうと、今の若い世代の方でスキンケア、これを試してもダメ、あれを試してもダメって思っていて、で私みたいな症状を持ってる方、なんかちょっと方が全体的に赤いなとか、赤面症、赤ら顔とか、特に原因がわからないのに、ちゃんとスキンケアしてるつもりなのにっていう人は、あなたが今使ってるクレンジングをウォータークレンジングに一度してみてください。別にミセラウォーターじゃなくてもいいです。ミセラウォーターじゃなくても市販のどんなブランドでもどうでもいいから、もしあなたがクレンジングでオイルクレンジングかクリームクレンジングか乳液状のミルクのクレンジングを使ってるんだったら、それを一度やめてみてウォータークレンジングを使ってみて、で抵抗がなければそのまま洗顔しないでください。でもしも突っ張りが、そのウォータークレンジングの種類によってはアルコールが強く入ってたりとか、乾燥が気になるんだったらクリームだけ塗ってみてください。乾燥の気になる部分にだけ、それで寝てみてください。でもしお化粧してない日はクレンジングもせずに顔を一度洗わずそのまま寝てみてください。でその時にやっぱり保湿しないと心配だなって思うんだったら、顔を洗わない状態で、例えば目の周りとかほうれい線のところだけとか、そういうちょっと動かす部分にだけ軽くクリームを塗ってみてください。で、これは試しにあくまでも実験みたいな感じで続けるとは言わないです。どういう感覚が次の日に自分がそれをやってみた後、どんな感覚が自分が感じるかっていうのを一度感じて試してもらいたいんですね。続けろっては言わないです。それでもしもやってみて、一回やってみて、あれなんかちょっと普段よりも調子いいんじゃないかななんていうふうにもしも思ったら、あなたは私と同じタイプの肌の人かもしれないから、そういう若い人にね、特に私の世代、私の時代はもう保湿が絶対大切っていう、そういう神話みたいなのがあったから、
私の若かった時は肌断食みたいな言葉は本当になかったんで、今の若い人たちの世代はどうなのかわからないんですけれども、一度そういうね、高い化粧品を使わなくていいから、そういう風にやってみたらどうでしょうかっていう風に、自分がね若い頃に私みたいに言ってくれる人がいたらよかったなって思うから、私がそれを、若い人に言ってあげたいと思って、もし知らない人がいたらそういう風なスキンケア方法があるっていうのをね、お伝えしたいなと思って今回ビデオを撮りました。そんな感じです。今回も私のビデオにお付き合いくださってありがとうございます。それではまた次のビデオでお会いします。